うわ、最悪や。おもらしみたいになっちゃった。うまっ。ご飯のおかわりは自由なので。ありがとうございます。いただきます。すいません。ゴーゴーカレーパン一つください。はい。あとアイスコーヒーもお願いします。いや、ちょっと歩いたんでいい運動になりました。今日は移動日です。ここ石川県から富山県通って岐阜県通って愛知県へ向かいます。そんなに急いではないので、ゆっくりサービスエリア寄りながら美味しいもの食べて高速道路を堪能します。
途中富山県で一旦降りて秘境の温泉入って、そしてまた高速道路で移動します。なんかその温泉なんですけど、車中泊も無料でしていいという少し変わった温泉です。しかもかなり古くて、山の中に一軒だけポツンと佇んでいます。どんな温泉か、どんな場所か楽しみです。やっぱりサービスエリア快適ですよね。まず照明も明るいので全く怖くなくて、トイレも綺麗、そして食べ物も豊富。デメリットは騒音ぐらいですかね。今回泊まった場所は高速道路の休憩専用のスポット、ハイウェイオアシスなんでかなり静かでした。たまたま工事していたんで、ドリル工事ですかね。地面に穴を掘ってる時は結構音がしましたが、夜中は快適に眠ることができました。はい、エアコンの送風切っておきます。今回ですね、ジルパワーアップしたんで紹介します。自分で DIY したんじゃないんですけど、購入した藤川さんにお願いしました。出来が素晴らしかったんで、ちょっと皆さんに見てほしいです。このキャンピングカーのデメリットでもありメリットでもあった LP ガスなんですけど、ガスは車体の横、外にあります。ここにあります。この LP ガスでガスコンロのガスや温水ボイラーの燃料としてガスを使用しています。で LP ガスの補充って結構めんどくさくて、自分は補充の講習を受けたんで免許みたいな感じで持ってるんですけど、あまり補充してくれる店が多くありません。なので前のオーナーさんがここにカセットガスつけてました。で自分でホースで切り替えて使用できました。これでガスがなくなってもコンビニなどでガスボンベを購入すればいつでもガスが使える状態でした。ただですね、去年雪国で冬を過ごしてみて感じたデメリットが、氷点下以下になるとやっぱりガスボンベって気化しなくなるんで使えなくなっちゃうんですよね。なので車内にガスボンベだけ移設お願いしました、藤川さんに。で外にある LP ガスも災害時かなり優秀なので使える状態に残しています。中で切り替えるようにしています。でリアのベッドがあったここの下デッドスペースにガスボンベ移設してもらいました。これが本当に施工上手で、自分も DIY よくやるんですけど、これは本当にできないなと思いました。もう藤川さんに頼んでよかったなと思いました。こんな感じでベルト外したらガスボンベは交換できます。この木の箱何回か使っていって、で最初これに仕上げてくれたんですけど、何個も作ってくれて、で最初木むき出しだったんですけど、建築用のシートをプライマーという強力な接着剤を使って綺麗に施工してくれました。もう本当に純正のような綺麗な仕上がりです。そしてカセットガスのこのホースはこの中に入っています。ここなんですけど、もともとこれ1枚の板でした。ここカットして、でここ開けられるようになっています。これ切り抜いた木の板の写真なんですけど、こんな感じで切り抜いてここを扉にしてくれました。ここですね、さすがにシート貼ったのは分かるんですけど、かなり違和感なく仕上げてくれました。ですごいのがこの中です。ここに扉作ってくれて、この中にカセットガスの線と LP ガスボンベの線をつけてくれました。でこんな感じで今閉まってるんですけど、ここをこうするとカセットガスが使えるようになります。で下は LP ガスですね。で本来このキッチン下、シンク下なんで温水ボイラーのタンクがあります。あまりスペースは広くありませんでした。白く見えるのが温水ボイラーのタンクです。発泡スチロールで保温されています。で手前に少しスペースがあったんで、ここに木の板を設置してもらって、このガスの分岐の線を設置してくれました。この小スペースに綺麗に頑丈に施工されています。でここライトがない場所だったんで、暗いということでライトもつけてくれました。ここに LED のライトがついています。これで夜中も見やすい状態です。こんなに丁寧に自分の悩みを聞いてくれて施工してくれました。いや本当に嬉しかったです。さらに愛着湧きました。で全ての施工終わってからガス漏れないか専門の業者さん呼んでガス漏れのチェックもしていただきました。これもし自分でやろうと思ったらかなりネットで知識も調べて家具作りもかなり時間がかかると思います。そしてガス漏れなど安全面に関わることなんで、プロに頼んで本当に良かったなと思います。お金がかかったんですけど良心的な値段でした。何より時間短縮できますし、そして安全はお金では買えません。本当にキャンピングカーって購入する店が大事だなと思いました。そして外も少し修理してもらいました。このリアのカメラなんですけど3つもあります。バック用、普通の純正用のカメラですね。あとはデジタルルームミラー、ドラレコ用の後ろのミラー、そしてアラウンドビューモニター用のカメラ、3つがむき出しで、結構雨の雫がカメラについて画面が見えにくかったんですよね。こんな感じで3つもともとついてました。でこれリアのアラウンドビューモニターやリアのデジタルルームミラー、別々の業者さんにつけてもらったんで結構位置もバラバラでした。それを一旦全部取って、このコーキングとかも記念してもらって3つきれいに揃えてもらいました。
これで雨の日でも視界がくっきりになって安全に走行できるようになりました。これもデメリットが一つ減りました。そしてもう1箇所出ます。ここのステップなんですけど、これもかなり地味なんですけど、ここの ARP が割れたりしていて見た目もあまり良くありませんでした。ここの AR ですね、これも廃盤になって手に入らないんですけど割れていました。ここを修復してもらいました。ここは元々のステップなんですけど、ちょっと写真で分かりにくいんですけどちょっと割れたりしていました。そしてこういったアルミを加工していただいて、でネジも錆びていたのを変えてもらって、で滑り止めも貼っていただいて乗り降りしやすくなりました。やっぱりこの車も10年以上前の車なんで FRP の日々やいろんなところにガタが来ます。こういった ARP の修理などは自分では難しいので藤川さんにお願いしましたが、快く引き受けてくれました。本当にありがとうございます。この先カーブが連続します。はい、富山県の南砺市で高速道路を降りました。でこの辺すごい自然が豊かで、もうツキノワグマとかもよく出るとこです。今から行く法輪寺温泉なんですけど、入り口がかなり急な坂なんですよね。前は何回か通ったことあるんですけど、いつも急な坂やなと思ってました。車中泊もできるということなんでスポットも確認しておきます。ありましたね、ここです。うわ、すっごいな。かなり急な坂です。おお、ジェットコースターみたい。でも問題なく進めました。かなり雰囲気ありますね。うわ、すごいとこにあります。もう山の中です。駐車場の横はもうすぐ山の斜面です。もう 100% クマいますね。すぐこの森の近くなんですけど、何か野生動物の糞がありました。すごい山のいい香りがします。もうマイナスイオンがすごい出ています。まさに秘境という感じですね。さあ、お風呂の用意していきます。うわ、これ獣道ですね。ずっと山の中に細い道が続いています。あ、これが法輪寺温泉ですね。すごい雰囲気あります。1973年、52年前にできた温泉で、湧き出した温泉は40度温度調整の必要がなく、そのまま適温で入浴できる奇跡の温泉だそうです。かつてここに法輪寺というお寺があったそうです。それはまだ椿の言うと。めちゃくちゃ美味しいです。どうしてもキャンピングカーで飲みたかったんで、本来はその場で飲んで瓶もその場で置いとくんですけど、持ってきちゃいました。この後瓶だけ返しに行きます。お風呂なんですけど熱々でした。なんかネットでは40度って書いていたんですけど、46度の源泉のようです。長時間入らなくても5分ぐらいで体の芯まで温まりました。大きめの内湯一つと
露天風呂小さめ一つだったんで、あまり人数は入れないんですけど、もうほんと名湯という感じでしたね。今度は車中泊しに行きたいと思います。車中泊に関して店員さんに聞きました。今キャンピングカーを置いてる店から一番遠い場所、あそこが車中泊スポットらしいです。本当に無料で車中泊していいそうです。すごいですね。熱い温泉入って体温まって、そのままここで宴して寝るっていうのも気持ちが良さそうです。今回は移動がありますが、ないときはゆっくりしてみたいです。スーパーマーケット。ここのサービスエリアの奥にハイウェイオアシスがあるはずなんですけど、ここですかね。あ、書いてますね。駐車場ってハイウェイオアシス書いてます。かなり綺麗で広い場所。これ独り占めっぽいですね。比較的新しいサービスエリアハイウェイオアシスなんでかなり綺麗です。標高もちょっと高いので涼しいです。で、駐車場はこんな感じで誰もいません。で、向こう建物見えてるんですけど、あれホテルで日帰り温泉もあります。石川県の徳光パーキングエリアのハイウェイオアシスは一度出ないとダメだったんですけど、ここはもうそのまま高速道路出ずに休憩してまた高速道路へ戻れます。不気味なほど誰もいないんで、これはもう快眠間違いないですね。トラックで休憩されている方も一台もいません。傾斜はほんの少しだけこっちが下がってますが、もうこれほとんど気にならないレベルだと思います。なのでこのまま行きます。
こちらの野菜は道の駅で地元の方が作った野菜ですかね。美味しさのキクラゲありましたんで買ってみました。ミニグリルで焼いてみます。お醤油なんですけど、こちらも道の駅で燻製醤油というのが売ってました。こちらも富山県の名物らしいです。こちらでお刺身などいただきます。で、油結構跳ねると思いますんで、自分でアルミホイルの蓋作りました。こちら焼くときにかぶせます。で、まずはこのお寿司からいただきます。ごちそうさまでした。いやー、お腹いっぱいになりました。食べれるか不安だったんですけど、すごい美味しかったんで食べれました。一人用のグリル、固形燃料という弱い火力でじっくりちょっとずつ焼くのもいいもんですね。キャンピングカーはゆっくり時間が流れてきますので、すごい相性のいい調理器でした。すごい洗い物の量になりました。で、汚れとか目立つもんだけ軽く拭いて、もう食洗機に突っ込みます。あ、まだありましたね。グラスとこのグリルです。これアルミなんで、もうそのまま食洗機いけると思います。1枚、2枚、3枚、5枚、6枚、7枚、8枚と包丁。これが限界ですかね。コップ入らなかったね。こちらは朝ごはんの時に一緒に洗います。ジェルタイプの洗剤を入れていきます。あとは吸水していきます。このキャンピングカー、エンジンの熱でお湯が温まります。で、40度ぐらいまでしか温まらないんで、40度のぬるま湯を食洗機に入れていってます。そうすることにより、普通の水よりもぬるま湯の方が消費電力が下がることが前の検証で分かりました。それでは通常洗浄でいきます。ちなみに現在のサブバッテリー残量は 900Ah なんで、ほとんど減ってないですね。走行充電で増えたんで、今日の朝の残量とほとんど変わっていません。まだまだこの高速道路の車中生活で電気使えます。毎日移動しますんで、走行充電で電気が生まれて、ずっと電気使いたい放題の生活ができそうです。あ、すごい。やっぱかなり匂いします。で、結構ね、茶色くなってます。この卓上換気扇結構頑張ってくれたっぽいです。こいつのおかげで現在車内は全然匂いしません。このマックスファンがありますんで、ある程度空気は入れ替わるんですけど、肉焼いたりとかしたらその煙がですね、マックスファンに吸われてマックスファン自体に匂いついちゃうんですよね。なので事前にこのフィルターに匂いを吸着さすのはかなり掃除の手間を省けると思います。
今日はもうエアコンつけなくて眠れそうです。かなり涼しいです。電気をかなり温存できそうです。いや、このレイアウトいいですね。横幅も一人寝れる分なら十分あって、高さがかなりあるんで、車内でも圧迫感は全くありません。一人使いの場合は、このソファー、片側しか使わないんですよね。なんでこっち側は全く使えません。そこを有効活用できているんで、無駄がなく布団を引きっぱなしでもいけるのは、毎日寝る車内では本当ありがたいです。しかもリアベッドが開いたおかげで、トイレとシャワー別の空間に設置できます。キャンピングカーは一人使いに割り切ると、面白いレイアウトや設備が可能になりますね。今度プロデュースさせてもらうエルフミオベースのキャブコン、そちらも複数で使えるんですけど、一人使いでも面白くて使いやすいレイアウトにできるキャンピングカーにしたいと思います。やっぱり実際に車内で生活していると、いろんなキャンピングカーのアイデアが出てきますね。そんな楽しい妄想もしつつ、そろそろ寝ます。暑い。で、今車内が30.4 度、車外は 29.2 度、かなり上がってきました。に汗かいたみたいで汗びっしょりです。もう外も暑いんで、こういう時は冷房つけます。ほんと冷房あってよかった。そういえば昨日洗った食洗機乾いてるでしょうか。見てみます。結構ね重なった状態で置いてしまったんで、汚れが取れてるか心配です。かなり綺麗ですね。てか汚れないですね。ほんのちょっぴり濡れてるんですけど、もうほとんど乾燥しています。食洗機の庫内、ここだけ水滴がついています。これだけの食器、グリルなどがもう手間一切かからず洗えました。いや、キャンピングカーに食洗機ほんと楽ちんです。特にこういったグリルですよね。結構こびりついていて洗うのも大変で、乾かしてまた拭いたりしないといけないんですけど、もうポイって入れといて放置すれば完成しますんで、これはもう革命的に楽です。結構たくさんお皿を置いてるんですけど、こんな感じでスタッキングできればかなりコンパクトに収まります。いやー気持ちいい朝です。昨日夜中は車一台もいなかったんで、すごい静かでした。綺麗でかなりいい休憩スポットなんですけど、まだあまり認知されてないような気がします。自分がいた場所は下りのハイエーオアシスなんですけど、この道路を渡って徒歩で渡れます。向こう側に上りのハイエーオアシスもあります。こっちもかなり広いですね。ですぐ横には道の駅のような地元の食材などが売っている直売所があります。後で寄ってみます。こんな感じで高速道路上なんですけど、歩道があって横断歩道があったりしますんで、もう徒歩で移動するのを想定して作られてます。なんかカフェのようなものがあります。これもう最近できたんじゃないですかね。前なかった気がします。ここずっと工事してたんですよね。カフェの向こうがサービスエリアになります。こちらも歩いて行けます。でサービスエリアの反対側にホテルと、あと桜ヶ池という池がありますんで、ちょっと散歩してきます。
そして横断歩道を渡るとこのホテルの駐車場があります。でここはねもう一般道になってますんで普通に高速道路入らずに入ってこれます。こっち側は一般の駐車場、こっち側は高速道路ハイウェイオアシスです。書いてますね。桜ヶ池クアガーデン、温水プールもあるしレストランや温泉もあります。今日の朝ですね、結構暑くて汗かいちゃったんで朝風呂入ってきます。直売所の横にトイレがあります。そっか、ハイウェイオアシス、人が少なかった理由にトイレが遠いんですね。あそこがハイウェイオアシスで、あの建物カフェがあった奥がサービスエリアになりますんで結構歩くと距離があります。でホテル側のトイレは横断歩道を渡って少し歩いてトイレがあります。だから長時間休憩する人はいなかったのかもしれません。キャンピングカーでトイレある方はもう静かだしバッチリだと思います。もしくは若い方でそんなに頻繁にトイレしない方も大丈夫ですね。うわすごい、なんだこれ、こんなところに巨大なステージのようなものがあります。ここで何かライブとかあるんでしょうか。かなり気持ちよさそうです。この奥が池ですね。桜ヶ池遊歩道あります。でこの辺一帯南砺市の山はツキノワグマいますんでちょっと熊に警戒しながら散歩します。人間いてるよ、人間いてるよ。うわーすごい、こんなところにこんな大きい池あったんですね。こうぐるーっと一周できるようになってます。こっちがなんか休憩所みたいなのありますね。まずはこっちですね。南砺市が全体見渡せるはずです。ちょっと行ってみます。なんか池透明度結構高くて泳いでる魚が見えます。うわここいいですね。風が当たって気持ちいい。あそこが市街地なんですけどこう山なって丘なっています。でここはサービスエリアですね。街並みも一望できてすごい気持ちのいい場所です。反対側池の奥はずっともう山です。この先は飛騨山脈や白山などすごい高い山が連なっています。なのでここは山脈の端っていう感じですね。結構池大きいんでいい運動になります。車中生活は運動不足になりがちなんでちょうど良かったです。ここが休憩所みたいな場所ですね。ここすごい池が浅いんで魚がもう丸見えです。お邪魔します。すごいいい木の香りです。でここも開くんですね。ちょうど池の真ん中あたりなんですかね。ここからの景色もまた最高です。でこの休憩所の隣なんですけどこちらの向こうになんとですね1日1組のホテルがあるそうです。ここですね、1日1組限定と Google マップで書いてました。目の前にはこれ牡蠣ですかね。牡蠣畑が広がる絶景の旅館です。この辺結構面白い場所が多いですね。こちらがホテルです。かなり洋風でおしゃれですね。ホテルの建物のすぐ横、こちらが温泉になります。書いてますね。桜ヶ池温泉。朝風呂最高でした。そんなに熱くない温泉でサラサラの温室でした。大きい宇宙と大きい露天風呂一つずつありました。なんか温水プールも日帰りで楽しめるようです。家族でも大丈夫で水着もレンタルできるようなんで休日に家族で温水プールで遊ぶのも良さそうです。でレストランもあるしそのままそこで車中泊っていうのもいいですね。朝食はそこの直売所で地元の食材を調理して車内でいただきます。多分車内かなり暑くなってると思いますんで先戻ってエアコンつけておきます。今日は快晴で綺麗な飛行機雲が見えます。気持ちいいです。うわかなり暑くなってます。車内34度になってますね。これで買い物して戻ってきたら車内はキンキンに冷えているはずです。なんて贅沢な車中泊なんでしょう。キャンピングカーキャブコンならではですね。ここよく考えたらこの新しいカフェって書いてる建物なんですけどこれ富山県の五箇山の名物合掌造りの屋根ですね。白川郷と同じこの辺は雪深いので屋根がかやぶき屋根で合掌造り急な斜面になっています。雪が落ちるように設計された豪雪地ならではの屋根です。多分それをイメージして作られているはずです。ここですね、南砺市桜ヶ池農産物直売所よってカーレ上花、道の駅じゃないんですけどもう道の駅のような農産物販売所です。南東ポークのベーコンとかソーセージ地元の食材結構売っています。この南東ベーコンすごい美味しそうだったんでもうこれ焼いていただきます。車内はエアコンつけていたんですごい涼しいです。これフライパン入らないですね。ちょっとはみ出ちゃいます。こっちのだし巻き卵用のフライパンの方がちょうど合います。こっちで焼きます。はい、ガスを使いますんで警報器つけてで移設した
カセットガス、こちらの線を開けます。そしてガスの元線を開けます。そしてここですね、新たに作ってくれたここの蓋を開けて照明つけます。でここの線も開けます。これでガスが使用できます。いただきます。ごちそうさまでした。いや、なんとポークかなり分厚かったんで食べ応えがありました。そしてベーコンなんでもう塩味もしっかりついていましたので、そのままで十分美味しかったです。こうやって高速道路上でも地元の食材いただけるのすごい嬉しいですね。しかもこういったものって家帰ってからお土産としていただくと思うんですけど、もうキャンピングカーならその場で調理していただけます。高速道路上ですが下道観光旅のような車中飯をいただけるのは本当に嬉しいです。やっぱりベーコンなんで油はかなり多かったです。このフライパンももう油まみれです。軽く拭いといてもう食洗機にぶち込みます。すいません、ソフトクリームとソフトクリーム、はい。あとアイスコーヒー一つ、はい。ソフトクリーム何にいたしましょうか。じゃあミルクでおミル願いします。クでありがとうございます。それでは次に進みます。高速道路を走っていてまた眠たくなったらここで仮眠します。この常設ベッド最高です。いや、ここのサービスエリア最高でした。さあちょっと試したいものがあります。このカムロードのスマホ置く場所なんですよね。今この iPad をナビで使っています。なんでここに置いています。でこれが R&B モニターなんで常に見えるところに置いています。ってなるとこの辺が置けなくなっちゃって、でこの上かここですね、このスペース、それか右この辺になります。どこつけようかすごい悩んでいて、スマホホルダー難民でした。ここもねちょっと斜めになってるんですよね。ただツルツルしてるんで吸盤とかはつけやすいタイプです。でちょっとここはザラザラしてる感じですね。で間くぼみがあるんでここは吸盤はつけられません。で反対側も斜めになってるんですけど比較的平らです。ただここは吸盤がつきにくい形状の表面なんで、何か平らにするシールなど貼っといた方がいいかもしれません。で真ん中これスマホホルダーつけてるんですけど、これは車載動画用のスマホホルダーなんでこの位置が一番綺麗に映るんで、これはここに固定しておきます。あとはフロントウィンドウにつけることができるんですけど、シェードとかするときに結構邪魔になっちゃうんで、ここはもうなしにしておきます。でマグネットタイプのスマホホルダー一回使ってみたかったんで、
今回 Amazon で3つなんか合いそうなやつ頼んでみました。これ全部違う会社なんですけど、試してみます。同じようにスマホホルダーつける場所があんまりなくて困ってる方の参考になれば幸いです。まずエントリーナンバー1、マグネット吸着スタンド。これすごいシンプルで小型なんですけど良さそうでした。こっち伸ばしてこのスマホですね、つけます。結構がっつりつきます。でここなんですけど、ここをね回すとこんな感じで吸盤がへこんでいって、でここが圧着されて空気がなくなって取れなくなります。ちょっと一回つけてみます。ここに貼り付けてで回します。これでかなり強いです。はい、ではつけてみます。結構がっつりつきます。ダメですね。もう外れてきました。こういったですね、下に敷くテープになってます。で貼り付けるタイプですね。これがベースになります。こういうのついてますんで、しっかり位置が決まったらこれを下に敷けば取れなくなると思います。ここ斜めになるんですけど、マグネットタイプならこう斜めについても自分でまっすぐこうやってつければまっすぐになるんで、その辺は斜めでも気にせずつけられますね。あとは走行中の振動で外れるかどうか気になります。はい、次これエントリーナンバー2なんですけど、これちょっと面白いです。電動で吸着します。ここなんですけど、押すとなんかウィーンって言ってるんですけど、これで空気が抜けます。ちょっとやってみます。ここを押し付けます。はい、これでもがっつり固定されてます。結構小スペースなのもいいですね。これを上げてでまっすぐつけます。いいですね。これちょうどですね、下にこうつけられるんで衝撃も和らぐと思います。で取り外してもこの台座は取れません。で取り外すときはこのボタンを押します。が簡単に外れます。これ面白いですね。何回もつけたり外したりできます。でここに USB-C 差し込み口あります。これ差してみます。で赤くランプ光りました。そしてこれスマホくっつけると充電されると思いますよね。これでもね、これされないんです。なんとこの吸盤の電気なんですね。ちょっとそこ残念ポイントでした。気軽につけられて結構力も強いんで良かったんですけど、これ充電してくれたらさらにいいんですけどね。もう充電されないの分かっていたんですけど、もしかしてこれ USB-C やったんで充電されるかなと淡い期待をしていました。このエントリーナンバー1番の吸着スタートと同じで USB-C 電源は別に用意しないといけません。はい、次エントリーナンバー3番、すごい長いタイプのスマホホルダーです。これこんな感じで曲がるんで L 型に使用してもいいし、窓に貼って逆の反りですね、こんな感じでやってもいけるようです。ここが硬いんですけど、こんな感じで針金入っているようで曲がります。で先端の方はこれマジックテープになっています。で反対側はですね、これを車の方に粘着テープでつけて固定する感じです。こんな感じで車のダッシュボードの R に合わせて設置できますんで、強度は結構高そうな感じがします。これも一回貼っちゃいます。こんなもんですかね。でこれは充電ができるタイプのスマホホルダーです。 USB-C が下についてます。そしてスマホを乗せます。はい、いけましたね。充電されました。でつけていってこうやって取った時も問題なく取れますね。これが取れることありません。結構良さそうですね。どんな車でもつけられそうです。ちょっとしばらくこちら使ってみます。で他のスマホホルダーも別の車で使ってみます。で実際に使っていて揺れとか外れ具合とか使ってみないと分かんないこと多いと思いますんで、また走行しながら気づいたことありましたらお伝えしたいと思います。食洗機まだ動いてるんですけど、もう出発します。前走行中も使用して問題なかったんで今日も大丈夫だと思います。後でチェックしておきます。寝ちゃってました。もう日も落ちました。もう富山県は過ぎて今岐阜県です。もうサービスエリアが快適すぎます。道の駅より快適かもしれません。移動がしたいの時は時間のロスがないのも嬉しいです。自分みたいに快適すぎてゆっくりしちゃうと逆に時間かかってしまいますが、そしてハイウェイオアシスは名前の通りオアシスです。綺麗なトイレ、明るい、食べ物ある、散歩もできる、こういうのは場所にありますが、騒音も少ないところが多いので、ハイウェイオアシスがある場所は積極的に立ち寄っていきたいですね。移動が多い自分のような生活スタイルでは、もうホテルではなくてサービスエリア車中泊が一番便利です。今回途中温泉寄ったんですけど、それも良かったですね。一回下に降りないといけないんで余計に料金かかっちゃうんですけど、高速道路の快適さと秘境温泉の楽しさ両方味わえますんで、高速道路のインターチェンジ近い温泉はありだと思いました。では引き続き安全運転で行ってきます。